ああ、出た。これお大好き大好き。引っ掛けながら足をロックした状態で引っ掛けてこちらから。本来は肘を曲げずに出しちゃいけない人出してしまったこんにちは、白川隆二です。ケーブリューの雨宮です。はい、英雄伝公開決まりました。ありがとうございます。で、詳しくは概要欄ぜひご覧ください。ということで、雨宮先生、はい、映画初出演ということで、はい、どうでした撮影？ずーっと言ってるんですけど、はい、まあ羞恥心が止まらなかったですでもちょっと恥ずかしいですよね。なんか恥ずかしい、本当に腹を破らなきゃいけない、あとキャラクターを求められるじゃないですか。そうですね、求められてましたね求められてましたよねもう前回も経験あったので、はい、もう出る限りはやっぱ中途半端なことははいできないので、ちょっと羞恥心を捨てて楽しんでやっておりましたすごかったですよね。雨宮先生すごかった。もうかっこよかったですよ。本当ですか？もう本当に登場した時背筋凍りましたね、なんかもう出しちゃいけ本当ですか？出しちゃいけない人出してしまったみたいな感じがあったんですよ。あ、本当ですか？はい、なんかありがたいです。ありがたいんですよね、多分ね。ありがたい。そして対決もありますもんね。注目の。ありますね。すごかったですよね。すごかったです。あの人とあの人の対決。あの人またあの人とかあの人とかそしてあの技この技ありましたね。ぜひ皆さんね、ご覧くださいね。ぜひ見てほしいです。ということで今回は英雄伝コラボということで、やっぱケーブル流の技、私もすごい興味ありますので、ケーブル流の技を教えていただきたいと思います。お願いします。お願いします。美しい合気道。合気道には座り技っていうのがあるんですけど、ケーブルで座り技って稽古されるんですか？ありますあります。一応うちでは居取りと言ってますけども、まあ座り技ですね。それは家電武術、お父様の頃から代々つないだ家電武術の頃からあった技なんですか？そうですね。うちは立ってる状態でもやりますし、座ってる状態でもやりますし、寝てる状態でも。寝てる状態も。基本的には寝てる状態っていうのはあんまり良くないので、よしとはされてないんですけども、でも倒れることってやっぱりあるじゃないですか。だから一応あるというですね。じゃあ今日はちょっと教えていただいてよろしいですか？わかりました。最初ちょっと合気道の座り技見ていただいて。もちろんです、もちろんです。楽しみです。合気道の場合、座った状態から相手にところを正面を立ってと同じ動きをザギで。これが大さじゃ投げ技。大体立ってるのを座って同じきし、こういうこれ私大好きですあれないんですよね。合気道にはくるくるするやつはないんですよね。そうです。こんなにはくるくるしないです。普通はこれぐらいですね。こう一回入ってこれぐらい。そうです。でも慣れてくるとこういうくるっていうか。出たこれ大好き大好き。これ白川先生が始めたんですか？くるくるするの。くるくる、こういう連続くるくるはまっすぐはしてるんですけど、こういうくるくるは私の先生小林先生からこういうふうに習いましたね。そうなんですか。でもこれも普通の合気道ではなかなかやらないくるくる。ケーブル流の。ケーブル流。家電の方のその座り技を先生、家電のは出せないです。ケーブルで今やってるってことですよね。そうですね。ケーブルで今やってるのは、じゃあちなみに合気道では合気上げっていうのはあるんですか？合気上げあります。ありますか？じゃあうちは肘を抜いて上げないんですよ。肘から力が逃げてしまうので、こうなった場合は外側から回すんです。そうすると上がる。でここから倒していく。で本来は肘を曲げずに取っていく。でここからで基本的にはあまり居取りをしながら執行というのはあまりしないんですよ。どちらかっていうとここにいた状態で稽古することが多いです。掴まれたらですね。あとは重心を上げといて、で今首がこちらに起きてるじゃないですか。でこれを飛ばしてから取っといて
でなんか当て身を打ったりとか、でここから投げを打ったりとかする。はい。攻撃こういうのってありますか？ありますありますあります。白川先生真っ向だったんで、横面で横面を捉えるときに流してこの正中線から肩口に沿って触りながら倒す場合があるんですけども、これも避けながらこの相手によって倒す場合もあるとか、あとは真っ向の場合はうちはこう避けずにこう受ける。で上端ですね、上端で狙いながら切り起こす、もしくは上端電をこっち側にこう引っ張りながら指取ってっていうのが多いです。あとは唯一、動く時もあります。動く時もあるんですけども、開く動きですよね。転換というか開く動きですもんね。そうです。その時に打たれたら、このうちの場合はこの肘から指3つ分目、ここに急所がありまして、ここを触ると身体が崩れやすくなるんですね。掴まずにこう触っていくような感じですか。で落としていくんです。この時にちょっと頑張って落ちなくなるので、この時に上端で引っ掛けます。そうすると首が揺れるので、一番重たい部位が揺れるっていうことは身体がさらにバランスを取れなくなって、でこのような開くような動きができたら本当に相手がこういう動きで小さな動きでこう普通だったらこう例えば回る動き、それを開く。白川先生の動きやっぱあれですよね、美しいですね。でもこういう確かに私も開く動きも、でもやっぱ最小限の動きですね。そうですね。基本的には当て身から最初に入ったりするんですよ。ちなみに読んでもいいですか？さあ行くぞ。じゃあキラさん、ちょっといいですか？特別ゲストキラさんです。キラさんも本当マジシャン、世界的マジシャンですけど合気道3なんですもんね。どんどん商談されるからあれと思ったんですよ。ちょっとどんどん商談されていくので、そうです。なんか3つみたいな、3つみたいな感じですね。キラさんね、よく座り技でも合気道やりますもんね。あえて大きく動くのは足腰の鍛錬っていうのを含めてあえて大きく動いてるのもあるんですよ。もちろん最小限に動くんですけど、キラさんも道場でやりますもんね。どうですか今の見てて？いや面白いなと思って。崩し方ですよね。崩し方取り方また違ったりとかして、そうなんですよ。なんか例えば横面が来るじゃないですか。でこれ避けようとするじゃないですか。でこれうちの場合は必ず当て身から入るんですけど、崩す場合ってちょっと頑張ってもらっていいですか？こっちで崩すんじゃなくてこっちで崩すんですね。これをこのままこういくともう少し頑張ってます。いかなくなるんで、この正中線を触るんですよ。触りながらこちら側にこう流していくんです。そうするともう一回いいですか？このまま頑張ってくださいね。時にこっちは無視して触っていくんです。不思議。そうすると重心が上に上がっていくんです。でこれは面白くて、触れるこの圧っていうんですかね、がこうがっつり触ってしまうと崩れにくいんですよ。皮膚だけを触っていくようなイメージで触ると崩れやすくなる。こう横面打っててですよね。でこれをここからこうやって触ってください。柔らかさありますもんね。そうなんです。重心が上に置きながら円の運動は感じます。さすがですね。そうちは力の作用っていうのは円と螺旋と波なんですね。まさに螺旋と円を感じました。この状態で頑張ってください。いかないので、ここ正下丹田から喉を通って肩口に行くようにこう触ってください。ふわってんがね、気持ちいい。でも上手なラケットやっぱふわっといってぶつかりがないので素敵な。ありがとうございます。円と螺旋を感じました。例えば足キザってケーブルで使われます。あります。どういう時に？霊峰で
立ったり座ったりするじゃないですか、その時に必ずギザになってから立ちますね。でそうすると、結構強くなるんですよ。じゃあ阿部さんちょっといいですか。で白田先生もちょっとお手伝いいただいていいですか。ゆっくりまっすぐ、ちょっと押してほしいんですよ。で何もしないでください。楽にしてもらって、今の状態をちょっと見てほしいんですよ。こうやってまっすぐですね。ゆっくりまっすぐです。はい、OK ですか。そしたら左足でも右足でもいいんですけども、好きな方からまっすぐ引きます。でこの時に自分の正中線をこうずらさないで、足を引くってことは重心が例えば左足を引くんだとしたら右に移ってから足がフリーになるので引けるじゃないですか。でまた元に戻ると正中線がこういう動きをするんですよね。でそれをできるだけしないようにまっすぐ後ろに引く感じ。こうなったら、そしたらまっすぐ今度は下に下がります。そうですそうですそうです。そうするとこう正中線がぶれないんです。そしたらこの足を引いてでギザになります。でこの時にかかとにお尻をこう乗っけるような、座るような感じですかね。でまたつま先を折って座ります。あとは逆ですね。またギザになって座ってで一呼吸置いてから今度はまた同じ足ですね。まっすぐ立ってでこのまま上に立ちます。スッで戻します。おお、違いわかります？はい、わかります。強くなってます。強くなってるんですよ。膝の姿勢で強くなったってことですね、構造が。そうですね。もうあくまでもケーブルの座り方なんですけども、礼法というその座って立つ、例えばお辞儀するとかですね、一礼するっていうのをしっかりやると強くなると思うんですよ。すごい。なんか全然ね違います。はい。強いね。はい、強くなるまた気がします。ありがとうございます。じゃあその姿勢作りのためにこの膝を使う。そうですね。うちには原則というのがありまして、原則の中に姿勢というのが入っているので、で今のは体幹部分で強くなる。また中心とはまた違うんですけども、例えば思ったんですけど、速い動きに対して足がこう出るとかありますよね。ケーブルありそうなような感じが。蹴りですか？はい、蹴り。座った状態ないです。ないです。ないです。なんかやりそうかなと思ったんですよね。そうですよね。あと合気道では座儀の時に攻撃を待つんじゃなくて自分が手に押して崩すっていうのがあったりする。それもあります。それは線の線だとか体の線だとか5の線という考え方で、相手がやってこないとしても、そういった要は情報がこっちに届いた時には、見え方というか、表にはその動きが出てませんけども、そういった情報を感じた時には先に前に入りながら、その時は尻尾で入りますね。尻尾で入ります。あと寝た状態っていうのは、寝た状態は、これはあくまでもそのケーブルではやってませんけども、家電の方ってこと。そうですそうです。寝た状態って結構珍しいですよね。やっぱ。いやそうですね。一例ですね。はい。ちょっとまたがってもらいます。で昔だったらここにこう対等してて、脇出しとか。ってことは抜かれてこういう状態ですよね。動いたら切られるわけじゃないですか。じゃあ動いたら横にスライドさせてもらっていいですか。そう動いたらスライド。そうこれをさせないようにまず腕を止めるんですよ。動いたらスライド、動いたらそうじゃあ止めますね。でこの状態から襟を引っ張ってでこいつを外側に、でこの股の間には男性だったら睾丸があるじゃないですか。つまり筋滴をこれどこで左は分かるんですけど左右に揺らすんです。ついてるとこでここを掴んでるじゃないですか。でここは頸動脈、締めるんじゃなくて圧迫するんです。で強くするとここで筋反射起きるんで、軽く触っといてで横にずらします。そうすると押さえたのでここからと。でそういう一応そういったことがあるよということで、無手で練習するんですよ。例えばいろんなバリエーションがありまして、こうなったらなんか服を掴んでどうこうっていうのもありますけども、こう押さえてきたら例えば足をロックしといて
で引っ張ってで今度は皮を掴んでこっち側にやるんですけども、ポイントがありまして、ただ掴んでこうやるとただ痛いだけなんですよ、はい、アドレナリンが出てると反応しないので、今度は上端で引っ掛けるんですよ。で抜いて、そうすると意識が掴むことによってこちら側に行って、上端でに引っ掛けることによって攻めが上に行くので重心がちょっと浮くんですね。そうするとバランスが悪くなるので、少しの力で崩すことができる。浮いた状態ね。最後私もいいですか、その首の状態と、あと最後馬乗りの状態。いいです、はい、最初はまあ投げてもらってで動いたらそうです。じゃあ一回練習します、はい、そうです、はい、そうです。じゃあ首に引っ掛けてそう、はい、でいきますね。でここから引っ張ってギュッとね。もうやっぱ気配がなくて思わず落としちゃうぐらいはい、あともう一つが馬乗りになって、で馬乗りになっていただいて、で同じなんですけど、こうするとまあこっちが効いてこうなるので、どちらかとこっちじゃなくてこっち側を引っ張って、でこっちはまあ掴んでる手にしてください。皮ですね、ここ道着じゃないですよ、皮を持ってます、はい、皮を持たれてます。で持ったら今度はちょっと上に引っ掛けるんです。こうやってでこれを引っ掛けながら足をロックした状態で引っ掛けてこちらからこちら側にというような感じですね。いわゆるマウントをひっくり返すのとはまた違いますもんね。やっぱ皮を掴まれている状態で耳とか、そうですね、本当は耳とかですね、はい、実践美術を感じますあとはあれですね、こう胸を動かすっていうのもありますね。胸をちょっと大げさなあれですけど、胸とまあ足はちょっと仕掛けるんですけども、胸をちょっとこう円状にこうやって動かします。そうすると倒れやすくなる。やり方は同じなんですけど、基本的には胸の下には効果がありますよね、はい、それをこう左右にぶらすんですけども、これちょっと P なんですが、行く時はするとうまくいかないんですよ、これは P でお願いします。逆に1回、はい、一瞬だけ、でもこっちの方と一緒にするんですよっていうような1回そうです。で要は全部そういう動きなんですね。例えば外手、これも同じなんですよ。これもではなくてちょっとからまさに反射ですね。そういうのを使ってやりますかね。それをやっぱこの寝技だとまたやりにくいですもんね。寝た状態だと。そうです。だからこう今お見せした胸だけでこうするっていうのが実践でもそうするのかってそうではなくて、ここの動きと下半身の動きと腕はねなんかしてると思いますけども、例えば耳を掴んだりとか、まあ服を掴んだりとか。それこそ選択肢の一つですもんね。そういう。そうです。でもここを動かせるようになると、まあここも動かしたりと。そうです。一緒にどちらかというと同時に動かすようになる。美しい合気道。はい、ということで今回はケーブ流ですの家電寝技っていうか、その寝てる状態は家電の方、座り技はケーブ流でやってて、本当寝技っていうか寝た状態はもう雨宮家の家電武術の本当の一端ですけども、今日教えていただきました。ありがとうございます。でも深いですね。本当ですか。やっぱり合気道ではやっぱこう座りはやるんですけど、この寝た状態、でも実際にはやっぱ昔の古流だったら首元にバントをこうつけて勝敗が決まるぐらい厳しかったって言いますもんね。だからここからやるっていうのはやっぱ本当に本格的なそうですね、実践武術だと感じました。でも崩し方がやっぱり柔らかくて、あと繊細だったので。本当ですか。ありがとうございます。気持ちよかったです。円と螺旋を感じました。本当ですか。ありがとうございます。やっぱケーブルで素晴らしいなと。
いうことでした。はい、ありがとうございます。ということで皆さんぜひ、はい、映画英雄でもはい、ケーブリの技ガンガン出てますもんね。そうですね。はい、ということでぜひ映画英雄伝よろしくお願いします。雨先生と私頑張っております。よろしくお願いします。詳しくは概要欄ご覧ください。ストライクは日本武道連盟を除名になった奴らが作った反米集団よ。俺たちでなんとかしねえとな。行くよ。